皆さんこんにちは。すごいね雪の日ですね。ようやくまとまったね寒波というかね雪日が続いてくれて、ここからしばらくね数日は大雪が続くというところで、結構警報級にもなっているのでね大変ではあるんですけれども、やっとねこういったまとまった雪が降ったのでね、この雪と絡めて撮影をね今日はしていきたいと思います。さっきはねものすごい大雪で視界が本当に不良でね、本当に目の前にあるものしか見えないような状況だったんですけど、今ようやくね見えてきたところで、真正面にね杉並木がねポツンとこう島のようにね浮いているところがねありますね。後ろの方にはね山とか、街の様子とかもね本当はあるんですけれども、雪がね混じったりすると、それが全部かき消されてくれて、島だけが浮くような感じになるので、ちょっと最初はそれをね撮っていきたいなと思います。結構杉っていうとね私たちの生活圏にありふれているものであって、あんまりこう目を向けることってないかもしれないんですけど、結構暮らしのねこう歴史だとか文化とかとものすごくこう密接に関わってたりしますので、そういったところも面白いなと思って最近はね撮影なんかをね積極的にしてるんですけれども、今日はそういったものも含めながらですかね、純粋にこの雪の世界をね、撮っていきたいかなと思います。さっきの大雪のところから撮り始めて少しずつ弱まっていくところのね狭間を撮ってたんですけれども、本当にやっぱ雪がねたくさん降っていると別世界にいるようなね不思議な気持ちになりますね。じゃあ引き続き撮影をねしていきたいと思います。今日一番最初に撮れる写真はこんな感じです。鉛筆で描いたように優しい姿をした杉並木、それら全てが祈りを捧げているようで、その場は守られている聖域であることを静かに示しています。しんしんと降り続く雪は視界を奪っていきます。かすかに目に映るのは数本の道路標識と植物の影です。田に降り積もった雪が美しい起伏を生んでいました。土で濁った水に雪が混ざり、日の光の中で金色に輝きます。再びねものすごいね雪が降ってきましたね。この辺りはね広い畑になるんですけれども、こんな感じでねすごく視界が不良なのであんまりよくわからない状態なんですが、このね畑の真ん中をですね流れる川があるんですけれども、水を供給する役割をね持っている川ですね。これがねすごくねこの雪面の中にねすごく力強いラインを描いてね遠くの方までね走っていますので、それと少し小屋があったり木があったり人のね手が加わった様子だとかもあったりしますので、そういったものを交えてねここでは撮影をねしていきます。またねこの白い世界の中にねポツンとある小屋なんかもねすごくこう雪国らしい光景なので、そういったね小さな被写体もねいくつか撮っていけたらなと思います。どんどん降ってきますけど引き続き移動しながらね撮っていきたいと思います。ということでこちらで撮れる写真はこんな感じです。広大な雪原に佇む小屋は人々が農業を効率よく行うために建てられたものです。そこに人そのものの存在はないですが、彼らの意図がこの形となって白い世界に浮いています。雪原に浮かぶこの人の気配がとても温かく感じ惹かれるのが私がこうした小屋を好んで撮る理由です。学校の敷地内に防風目的として植えられたであろう杉並木、彼らが大きくなりその役割を担うまでにはもう少し時間がかかりそうです。今ですね先ほどまであんなに吹雪いていたのに、突然ね晴れ間が差して、今私の頭上はこんな感じで青空がね広がっています。もしかしたらまた、雪雲はねやってくるかもしれないんですけれども、ちょっと眩しいな。しばらくねこんな感じで光が出ていますね。この光のおかげでね起伏に富んだ畑の雪面がものすごくねこうクリーミーで、かつ綺麗な陰影が出ていますので、ちょっとそこをね撮影しています。でその畑の中にポンポンポンとね3つほどリズムよくね小屋があって、その後ろにね杉林があるんですけれども、その杉林にね今風の影響でねこう雪が舞っているというね雪煙がこう広がっているような感じなので、それも交えながらちょっと撮れたらいいかなと思います。撮り始め
の時はね少しこう雪が舞ってるものもね撮ったりしたんですけれども、ちょっといろんな、バリエーションでね撮れたらいいかなというふうにね思ってます。本当に綺麗ですね。やっぱりこう畑とかもね雪が積もったりすると本当に芸術の宝庫というかね、素晴らしいものがねたくさんありますね。いや本当に綺麗でした。ということで引き続きねちょっと移動していきたいと思います。こちらで撮れる写真はこんな感じです。降り続く雪は密集した住宅の輪郭を柔らかくします。様々な単色の壁と屋根に厚く降り積もった雪のリズムが一体となり、雪国特有のデザインを生み出しています。ここはですね少し広いね畑のど真ん中になるんですけれども、畑の中というよりはね、道路の上なんですが、もう道路はね雪で覆われているようなね状態になっていますね。なのでこういったところを撮影するときにね、実際に道なのか畑なのかっていうのをですね Google マップで一応知っている土地でもですね把握するようにね私はねしてやっていますね。で今ここの辺りはですね360度杉の林がね、囲んでいるような場所で、ちょうどねその杉の林の、下っていうかね足元に小さなね小屋がねあったりしますね。またその色彩が本当に派手な色ではなくてベージュとかね、少しパステル色の、緑だとかそういったものがね非常に多くて、このモノトーンな落ち着いた、雰囲気にね合っているというね、そんなところも綺麗だなと思って今、ちょっと撮っているところですね。でまたこの杉もですねグリーンシーズンだと黒々としていて、あんまりこう被写体として撮ることってね少ないかなと思うんですけど、冬になるとねあんな感じで雪をねまとっていてものすごく綺麗ですので、こうスッスッと立ってる姿なんかもね凛として、綺麗ですので、そういった、杉の姿もね風景の中に入れながら小さな小屋とこの雪が降ってくる感じ、もうこの物静かな雰囲気っていうのをですねちょっと撮っていきたいかなと思います。もう本当にね絵画の世界にね足を踏み入れたみたいな感じでねものすごくね心地いいですね。特にここパノラマなのでね、いろんなねものをちょっと撮りながら遠くがね霞んでいるところもあったりするので奥行き感を出しながら撮ったりとか、ちょっとそんな感じでやっていきたいと思います。じゃああともう1箇所ぐらいですかね撮影できればなと思うんですけれども、ひとまずこちらで撮れる写真はこんな感じです。だいぶですね雪も落ち着いて日もね傾いてきてね暗くなってきたので、ちょっとずつね寒くもねなってきましたね。最後はですね、ちょっとしたこうため池というかね貯水池になるんですけれども、こじんまりとした水たまりになっていますね。一応ここはですね神様がこう祀られていて、祠があってその周りを松がですね囲っているような感じで、そういった、おそらく住んでいる人たちが使っているようなねお水になっているのかなと思うんですけど、最後はねちょっとこちらでね撮っていきたいと思います。そんなにこう派手なものがなくてですね、何を撮ろうかなっていうのでねちょっとこう、観察していたんですけど、氷のね、ところに雪が降ってそれが少し溶けて、美しい模様をね作っていますので、それと何か絡めて撮れればなっていうのでね、ちょっといろいろ見ていました。で今そこにね、もう細々としたね木の枝があるんですけれども、それがねちょうどこう雪面の方に向かって伸びていて、いくつかポキッと折れて、氷の中にね突っ込んでいて、そこで凍っているようなね、そんなものもあったりしますので、今回はそれと、この
湖面のね模様っていうものをですね絡めて、ちょっとこう物寂しさというかねわびしさがあるんですけれども、それを含めてね撮っていきたいと思います。さっきまではですね割とこう小屋があったりとか、木があったりとか、主要なものがはっきりしていたシーンだったんですけど、こういった場所って本当になかなか何もないというか、自分からこう見つけていかないといけない場所でね、それが結構自分はね好きだったりもするんですけれども、最後はねちょっとそういったものをですね撮って、終わろうかなというふうにね思います。また私のフォトツアーですね、冬のフォトツアーもやっておりますので、まだ少し空きがありますので、興味のある方は概要欄にリンクがありますので、そちらをご確認ください。はい、ということで、今回もねご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それではまた。